どうもトレンキャンプです。先日全人類の夢である北海道遠征釣りキャンプ旅に行ってまいりました。今帰ってきたバックパックとキャリーケースをそのままにしてありますので、今回持ってきたギアをお見せしたいと思います。また今回紹介した商品は全て概要欄から詳細が確認できるようになっておりますので、合わせてそちらもご確認いただけますと幸いでございます。今回は飛行機と車で移動すること、それから日程が4泊5日であること、人数は成人男性2人、時期が5月末の北海道ということを前提にしてギアを選定いたしました。釣り道具は基本友人が、キャンプ道具は基本私が持っていくという分け方をしましたので、今回はキャンプギアの紹介がメインになります。この動画が少しでも役に立った、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひお待ちしております。荷物の入れ物ですけれども、まずキャリーケースが1つと45リットルのバックパックが1つの計2つで来ました。こちらのバックパックはノースフェイスのウラノス45というものでございます。このバックパックはこちらの動画で詳細を説明しておりますので、気になる方はぜひそちらをチェックしてみていただければと思います。キャリーケースはですね、何かのタイミングで実家から仮パクしたやつですね。ちょっと容量は覚えていないんですけれども、だいたい2泊から3泊用のキャリーケースになっているかと思います。気になる重量がですね、こちらのキャリーケースが約20キロ。こちらのバックパックが約7キロでございました。飛行機に乗る際は手荷物と預け荷物で重量の制限がございまして、超過すると追加料金が発生するので注意が必要です。今回乗ったジェットスターという航空会社では預け荷物に課金をして30キロまで、手荷物は課金なしで7キロまでとなっておりました。この重さですと2つとも受託荷物に預けることもできますし、バックパックは手荷物として機内に持ち込むこともできます。航空会社によって制限は異なりますので、その点はご留意いただければと思います。バックパックの方は7キロの制限がありますので、基本キャリーケースの方に重い荷物を入れておりました。まずこちらですね。テントはコールマンのツーリングドーム LX でございます。これは私が一番最初に購入した初代テントでして、私の動画を見ていただいている人ならよくご存知だと思うんですけれども、将来彼女ができた時に一緒にテントであんな子ではこんなことをしたいという妄想が膨らんできたがために購入したものの、結果としてその機能を果たさず、ただちょっとサイズがでかいそれをテントと化しているコールマンツーリングドーム LX ですね。今回は2人でしたが、残念ながらお相手が29歳成人男性でした。これはですね、そこまで重くない点、それから気持ち程度ですが、ポールを跳ね上げて屋根を作って日よけ、雨よけにもなる点、雨風にもある程度強い点、荷物とかがあってもある程度広々使える点、設営撤収が楽な点、以上5点から持っていくこととしました。実際この旅ではかなり雨が降りました。ご飯作っている時に雨が降った際には緊急避難してテントの中に座って足は外に出して前室のところで料理をするというスタイルで雨を乗り切ることができました。あと夜に結構雨が強まったのですが、やはりフライシートとインナーシートの二重構造なので中が濡れることは一切ありませんでしたし、翌日に立てておけばすぐにテントが乾いて非常に助かりました。それから室内空間が結構広いので、着替えとかある程度そういった撮影道具とか諸々の荷物を中に置いて広々過ごせるのも良かったです。友人は185センチあるんですけれども、それでも成人男性2人が寝て快適に過ごせる広さであったと思います。また今回は3つのキャンプ場を移動したので、設営撤収が何回もあったんですけれども、本当に2人いれば10分もかからわず設営できる。やっぱりドーム型のテントっていうのはもう万能、原点にして頂点ですよね。これはですね、Amazon で時々かなり値段が安くなったりもしますんで、ソロサイズの ST と一緒に概要欄に貼っておきます。続いては寝袋でございます。寝袋はナンガとサンデーマウンテンのコラボ商品でございます。加減温度が0度となっております。寝袋はいくつかもらい物でこれ以外にも持っているんですけれども、その中でもこちらはダントツで軽い、そして畳みやすいということで、持っていくことにしました。先ほどお話した通り何度もキャンプ場移動したので、寝袋一つとってもやはり早く畳めるっていうのは本当にありがたいことでしたね。こちらは初の雪中バックパックとソロキャンプにも耐えてくれた寝袋でございまして、5月とはいえ北海道は夜最低2度くらいまで冷え込んだんですけども、耐えることができました。はい、それからこちらはネイチャーハイクの寝袋でございます。これはですね、夏の島キャンプに向けて購入したんですけれども、本当に小さくて軽いので、インナーシュラフ要員として持っていくこととしました。これ非常に手触りがいいので、この大きな寝袋の中にインナーシュラフとして入れて、実際に寝ておりました。こちら非常に安価でお求めやすい価格となっておりますので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。それからこの隙間にはですね、雨具ですね。これ友人からもらった雨具。
そしてユニクロのウルトラライトダウンですね。これは防寒用として持って行っておりました。はい、これだけですね、左がこんなパンパンになっちゃいましたね。それからこちら側ですね、このチャックの中に、モーラナイフのガーバーグと、楽しみのシャークソー、ノコギリとナイフを入れておりました。大きい机とかテントの跳ね上げポールとかがかさばって入らなかったので、現地のもので最悪作れるようにと思って持って行ったんですけれども、結局ほとんど出番はなかったですね。いずれも野営をする方には非常におすすめのギアとなりますので、ぜひ概要欄から詳細をチェックしてみてください。で、1点注意点なんですけども、こういった刃物類をですね、手荷物には入れられません。ですので必ずこのキャリーケースの中に入れておくことが大切になります。それからガストーチと OD 缶、CB 缶、これは手荷物、預け荷物どちらにも持ち込むことはできませんので、ガス缶は現地で購入するしかないということになります。ちなみに私はですね、オピネルの存在をてっきり忘れておりまして、バックパックの中にそのオピネルを入れてしまって、結構なですね、取り調べを受けました。いろんな方々にですね、迷惑がかかるので、荷物に関してはしっかりと注意をして持って行っていただければと思います。はい、ではこちらを開けまして、こちら机とまな板を兼用している板ですね。正式名称はわかりませんけれども、これは一緒に旅をした友人の結婚式の引き出物でもらいました。これ結構料理乗せるとおしゃれに見えるので非常に気に入っております。ここで食べ物を切ったりすることもできますし、そのままこう置いてですね、机としても使えるので、そういった用途で今回も持っていきました。それからこちらはスノーピークのアルミパーソナルクッカーセットでございます。これは実はですね、今回の旅行のために追加購入いたしました。というのも普段車のオートキャンプの時は、このブッシュクラフト用焚き火フライパンですとか、ロゴスの鉄フライパンですね。それからパスファインダーのカンティーンを使っているんですけれども、いずれもですね、ある程度重さがあるものでございます。でですね、2人分対応可能でかつ軽いといえば、ということで、今更ながらですけれども、この超ド定番のですね、スノーピークのアルミパーソナルクッカーセットを買ったということになります。これはですね、今後の登山なんかもですね、見越して購入をいたしました。やはりこのサイズ軽さで2人分の料理をこなせるというのはですね、非常に重宝されるかなというふうに思っております。実際に北海道釣りキャンプ旅でも米を炊きながら別の料理を作ったりして様々な料理に対応することができました。焚き火で使用できるというのも非常にいい点ですね。軽さだけ見るとチタンの方が、軽いは軽いんですけれども、結構お値段がするので、今回はアルミで良かったかなと私は思っております。一応チタンの方もですね、一緒に概要欄に貼っておきます。はい、こちらはマルカの湯たんぽでございます。とにかく北海道の天気予報を見るとかなり寒そうだということと、友人はキャンプをしないので防寒がかなり心配だったので持っていきました。私は使わなかったんですけれども、友人に貸したらですね、非常にやはり暖かかったと。湯たんぽ良かったでしょ。湯たんぽめっちゃ良かった。ということで、この湯たんぽのね、ありがたみを非常に感じておりました。これ前のギア紹介でもお話ししたんですけれども、他の友人にも勧めて感動していたので、改めて湯たんぽっていうのはすごい製品なんだなと実感いたしました。で、旅行という意味ではこのサイズ感はやはり少しかさばるので、もうワンサイズ小さいサイズを私はお勧めいたします。両サイズとも概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、こちらスームルームのチタンペグでございます。もともとはスノーピークのソリッドステークを使用していたんですけれども、やはり頑丈な分あれは重いので、今回のように重量制限がある場合は向いていないということで追加購入をいたしました。やはりチタンは軽いですし、結構強度もありますので、今回3つのキャンプ場をはしごしましたが、どこでも問題なく使用することができました。ペグは行くキャンプ場やスタイルに合わせて変えるのがいいかなと個人的には思っております。私はこの6本入りを購入したんですけれども、様々なサイズ、セットがあるようですので、概要欄からぜひチェックしてみてください。こちらグリップスワニーの G1 でございます。これも前回のギア紹介動画で登場しておりますが、バトニングや料理など様々な場面で使用することになるだろうということで持っていきました。想定通りですね、バトニングでも料理でも使用することになったので、持っていってよかったなと思っております。今後公開予定の野営おすすめギアで詳細をお話したいと思っております。こちらはコールマツーリングドーム LX の下に敷いていたグランドシート。これは洗面用具でギアではないので詳細は割愛いたします。
はい、これは釣りをする際に使用するウェイダーですね。雨具も兼用になるということで友人に買えって言われて買ったんですけれども、これ死ぬほどかさばるんですよね。で、釣りの予定がない方はですね、もうちょっと大きなクッカーとか机とか椅子を入れてもいいのかなと思います。あとはちょっと小物を入れれるこういったポーチですとか、隙間にはカイロを詰め込んだりだとか、それから着替えの洋服ですね、をこの辺りに実際には敷き詰めておりました。はい、ということでですね、かなりパンパンにはなるんですけれども、これでだいたい20キロぐらいで詰め込んで持って行っておりました。まず一番底にはヘリノックスのローチェアを入れておりました。椅子というのはですね、非常に毎回持っていくか迷うんですけれども、これは軽いので持っていくことにしました。これまではスノーピークのローチェアですとか、しかしそれ買った中古なのか新品なのかよくわからない680円の椅子を使っていたのですが、これもいずれも重いということで、雪中バックパックとコソロキャンプの時のために購入したものになります。いやー、軽いって正義ですね。バックパックの7キロって本当油断すると超えちゃうんですけれども、これは重量 615g ということで、キャンプ場でゆっくりする時間も少しあったので、やっぱり持っていてよかったと思います。こちらカラーバリエーションもいくつかございますので、好きな色を選んでみてもらえるといいと思います。概要欄からぜひチェックしてみてください。こちらは外のフィールドホッパーでございます。これは前回のギア紹介動画で簡単に説明をしておりますので、詳細は割愛しますが、小さくて非常に軽いということで持っていきました。この組み立てのギミック感がですね、非常に気に入っております。これ M サイズなんですけれども、このサイズだと小さいなって思う時もなきにしもあらずなので、概要欄に L サイズの方も貼っておきます。合わせて確認してみてください。それから小物類はこのモンターニャのケースにまとめて入れておりました。まずこちらはスノーピークの和吹きでございます。これは友人に誕生日プレゼントでもらったものでございまして、今でもどんなキャンプの時にも持って行っております。コンパクトになりますのでバックパックにはもってこいです。それからこのスノーピークの先割れスプーンもですね、これも友人にもらったもので、この和吹きと一緒に持っていきました。こちらオピネルのナイフでございます。これは先ほど紹介した通りですね、本来は受託荷物に入れなくてはなりません。用途としてはですね、人を刺すものではなく、食べ物を切るために持っていきました。小さいんですけれども、本当に切れ味抜群で見た目もおしゃれなので、キャンプを始めた当初からずっと使い続けております。サイズや素材が複数ありますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。こちらは外のアミカスでございます。これはこの旅で本当に大活躍でした。焚き火をやる時間と気力がなくなるくらい疲れた日もあったんですけれども、本当にこちらは火力が強くてですね、風があってもすぐにお湯が沸きます。3日目には船に乗って島に移動したんですけれども、その際にも持って行ってお湯を沸かしてカップ麺を食べたり、コーンスープを飲んだりいたしました。これだけ小さいですんで、キャンプにとどまらず登山でも活躍してくれます。また他の製品に比べると比較的安価でとても購入しやすいです。概要欄からぜひチェックしてみてください。あとは着火剤ですか、ファイヤーライターですね。こういったものを入れておりました。それからこちらのスノーピークのチタンカップですね。次回のギア紹介動画でもお話をさせていただいたんですけれども、450mm にするか 300mm にするか、全キャンパーが悩むキャンパーの登竜門になる商品ですね。これは飲み物を飲んだりだとか、あとカップスープを飲んだりだとか、そういったものに使用しておりました。はい、あとは照明類ですね。こちらはゴールゼロとゴールゼロもどきになります。これについては今後ですね、比較動画なんかを出す予定ですので、詳細は割愛いたします。こちらモンベルのヘッドライトでございます。実はですね、今回の北海道旅はですね、もともとモンゴルに行く予定でございました。モンゴルの大草原は真っ暗であろうということで、購入したものになります。特に撮影をする YouTuber はですね、旅行キャンプの時はとにかく充電小敷になります。で、先ほどですね、紹介するライトも全て実は充電式でございました。で、これはですね、電池式なので、充電の心配がなくてガンガン使用できるというところが非常に気に入っております。こちらは GoPro をはじめとする撮影用機材やバッテリー類、こういったものを収納しておりました。これはキャンプギアではございませんので、詳細は割愛いたします。はい。で、一番外側には、東京クラフトのマクライト焚き火台を入れておりました。これも以前の動画で紹介しているので詳細を割愛しますけれども、軽くて火床が大きい、そして燃焼効率が非常にいいということで大変助かりました。途中急に雨が降ってきたりもしたんですけれども、比較的大きな薪をボンと平置きにして置いて放置していてもずっと燃え続けてくれたので、
非常に優れた商品だなと改めて実感いたしました。北海道寒かったので、やっぱ焚き火しながらね、温まって食べるキャンプ飯がね、本当に最高でした。それから横にはですね、サーマレストの Z ライトソルをつけておりました。これは底冷え対策に必須のクローズドセルマットレスでございます。北海道は本当に寒かったです。5月末頃行ったんですけども、最低気温が2度くらいになりましたので、これは持って行って本当に良かったなと思います。4泊連続でテントに泊まるというのは私自身も初めての体験でしたので、寒さ対策というのはもちろんなんですけども、体の負担を軽減するという意味でも、こちらやはりあって良かったなというふうに思っております。R 値の異なるですね、他の色のものも発売されておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。釣り竿になります。今回初めて、釣りキャンプ旅に行くということで、購入しましたが、キャンプギアではないので詳細は割愛いたします。はい、ということで以上が4泊5日北海道釣りキャンプ旅のギア紹介でございました。私は趣味でですね、海外国内問わず様々なところに来ますので、旅行とキャンプだとか、それから最近釣りにも挑戦しているので、釣りとキャンプだとか、趣味を2つ掛け合わせるキャンプというのも非常に楽しいなと最近実感しているところであります。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。最近反応がなく心が折れかけておりますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひお待ちしております。また今回紹介した商品は全て概要欄に載せておりますので、ぜひそちらもご参照ください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。